最小状態の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。秀吉に朝鮮出兵を決断させた回想。最小状態は豊臣秀吉が朝鮮出兵に踏み切る足がかりを作った臨済宗の僧侶である。最小状態の生涯を詳しく見ていこう。最小状態は1548年天文17年に山城の国伏見で生まれている。幼い時に状態は臨済宗の寺に出家して詩文や座禅の知識を身につけた。1584年天正12年に36歳の状態は聖国寺92世10時に出世している。聖国寺は五山第二という格を誇り、塔中六音院の主は日本の全寺全僧を統括する総六の地位を占める有力寺院であった。1585年天文20年に戦火で焼けて荒廃していた聖国寺を再興した状態は聖国寺中興の祖と呼ばれ、臨済宗の最高権威者に就任している。そんな状態はその学識と経営手腕が豊臣秀吉の目に留まり、秀吉の政治顧問に抜擢されている。諸法度や外交文書の起草、学問奨励策や自社行政の立案や自社訴訟の取り扱い、法要などの仏事の運営に状態は重要な役割を果たしている。さらにアジアのスペイン領やポルトガル領への外交文書の作成にも状態は活躍している。また状態は中国の歴代王朝の歴史から秀吉が日輪の子日吉丸であると説いた。そして秀吉こそが朝鮮や民国を支配すべき統治者であると最小状態は主張した。秀吉は織田信長の影響を受け、以前から日本の統一後は東アジアへの進出を目論んでいた。秀吉を長年にわたって補佐してきた豊臣秀長は朝鮮出兵が果てしない浪費になると頑強に反対したが、1591年天正19年に病没する。すると翌年に秀吉は最小状態の主張に後押しされて朝鮮に出兵して唐入りすることを決断する。秀吉は甥の豊臣秀次に関白職を譲り、自らは太閤となって肥前名古屋城を建設したため、文禄慶長の役が勃発する。状態は秀吉の意向に沿って李氏朝鮮に対する国書の草案を作成している。また状態は肥前名古屋城で秀吉の意向を受けて諸大名宛てに檄文を起草している。文禄の役の講和交渉では講和派の小西行長が明の書状を穏当に読み替えるよう状態に依頼する。しかし状態は書状をそのまま読み上げたために秀吉は激怒し、再び出兵命令を下したために慶長の役が起こった。ところが最小状態は豊臣秀吉が没すると一転して徳川家康に協力して明や李氏朝鮮との和平交渉に全力を尽くしている。
その後も徳川幕府の外交分野を担当した上泰は1600年慶長5年家康に従わなかった会津の上杉景勝との交渉に臨んでいる。その際に上杉家老の直江兼続から宰相上泰に送られた書状が有名な直江状である。家康はこの直江状の挑発的な文面に激怒して上杉征伐を決行し、関ヶ原の合戦が起こることになる。それはともかく上泰は畿内の寺院の監督も任され、寺院からの訴訟問題に当たっている。家康に南禅寺の金地院崇伝を紹介したのも上泰だと言われている。上泰は家康の文化事業である出版事業にも関与し、貞観西洋、収益、吾妻鏡を刊行した。特に収益の出版に関与したことで近世易学の隆盛の祖ともされている。宰相上泰は1607年慶長12年に61歳で逝去した。上泰の評価については聖国寺中興の祖と呼ばれる一方で、六雲寺など数か寺を横領し金銀を多く蓄え成人した子供がいたという悪評も存在している。宰相上泰が次の権力者は誰になるのかという時代を先読みする能力に長けていたことだけは確かである。